カメラの上にガンマイクが載ってるのをよく見かけるので、この SM58 に至っては、25年選手になります。狙いたいものに近づいてピューッと、録音するのですけども、皆さんこんにちは。当チャンネルを管理しているガイデズンと申します。暑い夏も終わり、そろそろ涼しくなってきたかと思いますけども、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。今年の夏はもう暑くて朝も8時ぐらいからもうたまらなく暑かったので、実はこの夏はあまり撮影には出かけませんでした。もうそろそろ涼しくなる時期だと思いますので、この秋は躍動感を持って外に撮影に出かけたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今回は音声録音とマイクについて考えてみたいと思います。ここから後の映像はそれぞれ機材の組み合わせを変えて撮ってみたいと思います。カメラの内蔵マイクでもちゃんと音声を撮れるといえば撮ることはできます。カメラの上にガンマイクが載ってるのをよく見かけるので、それで録音したんでもいいんじゃないかなと最初は思ってたんですね。ある時、自然の音を撮って帰って録音したものを聞き返したら、撮っていた時の自然音とちょっと何か違うなというのに気づいたのです。これってカメラ側のマイクカプセルとかマイクプリアンプとかが勝手にコンプリミッターを入れてるんじゃないかなというふうに推測するようになったのです。しかもカメラに固定した内蔵マイクやガンマイクでは音を拾っているというのに過ぎず、欲しい音に踏み込んでせめて撮りに行ってないというふうにも考えるようになりました。せっかく皆さんも綺麗な映像を撮っていらっしゃるのだから、かっこいいとはいえBGM でですね、その場の音を消してしまうのはちょっともったいないんじゃないかなと個人的には思っています。自然界には繊細な音が、動物たちにはその息遣いが、街中には人々の営みが、乗り物には力強さが音には込められていると思っています。ぜひ皆さんも参考になさって録音にもチャレンジしてみてはいかがかなと思いまして、今回のテーマとさせていただきました。それでいろいろ試行錯誤をしながら時間をかけて買い集めた中古品がこちら、こんな感じになります。それぞれの機器を簡単に解説ながらご紹介したいと思います。まずはダイナミックマイクとして手話の SM58 ゴッパーになります。ボーカル用のマイクとしては定番中の定番ですが、喋りも問題なく撮ることができます。何よりも頑丈なのが嬉しいです。この SM58 に至っては、25年選手になります。コンデンサマイクほどの集音力はありませんが、それが逆に雑音を拾わず音声を取るのには適しているのかもしれません。ちょっとこれ外すとですね、こんな感じであーっと、指向性もしっかりしていますし、コンデンサマイクほどデリケートでもないのでですね、このように手で持って、使うこともできます。続いてコンデンサマイクです。ビデオカメラでよく見る指向性マイクでソニーの XM1 です。このクラスのビデオ用指向性マイクではよく似た製品がありますが、その一つです。これですね。程よい指向性があり、3メートルから5メートルぐらいまでの一般的な音は拾うことができます。さすがに遠くの音は拾うことができないので、指向性マイクといえども、万能ではないということですね。ソニーのワイヤレスマイクの UTX-B1、レシーバーの方は URX-P1 になります。最近では 2.4GHz 帯を使った小型のワイヤレスマイクが幅を利かせてはいるようですが、昔ながらのですね、こういう B 波帯の方が安定感があり、個人的に好んで使っています。
これ乾電池で動作しますので、電池がなくなってもですね、ここペコッと電池ボックスを開ければですね、すぐに電池が交換できるというのが、とても重宝しています。それでは引き続きポータブルレコーダーとマイクをご紹介していきたいと思います。レコーダーはタスカム製品で固めていますが、当然同一メーカーになりますので、メニューの構成や操作性に一貫性があるのでとても扱いやすいです。 DR60 はファンタム電源対応の XLR 端子が2系統、プラグインパワー対応のステレオ 3.5mm ジャックがあり、同時4トラックまで録音することができます。複数のマイクで同期して録音するときには欠かすことができない機材です。音声と映像が1フレームぐらいずれてもそんなに気づく人はいないんですけども、音声の場合ですね、1000分の数秒ずれただけでディレイがかかったように聞こえてすごい違和感が出るために4トラック同時録音というのは大変助かります。マイクの原因がボリュームになっていて、思ったらすぐ音量操作に介入できるのが本当に使いやすいです。三脚座がついていて、カメラと三脚の間に挟んでセットすることができますが、私は首からストラップをかけて使うことが多いです。このレコーダーにつないで使うマイクとしてベリンガーの C2 があります。ある程度ステレオマッチしたマイクとしては破格の部類に入るのではないかと思います。指向性は単一指向性で、ステレオバーを使って思い通りのステレオ効果で録音ができるとても奥深いマイクです。はい、これ C2 です。こんな小さいですね。そんなに遠くの音を録音するのには向きませんけども、近くのものに寄って撮るときとか大きな音を取るときにはこのマイクの特徴が最大限に活かせるのではないかと思います。当然ではありますが、ケーブルを含め展開とセッティングおよび撤収に時間がかかってしまうので、ちょっと撮りたいなという時には面倒なのが難点でした。その手間を画期的に解決したのが同じタスカムの DR05 と DR07 です。どういう時に使うかというと、撮影の隙間にこうやってですね、ピューッと、環境音を取ったりですね、狙いたいものに近づいてピューッと、録音するのですけども、録音レベルを合わせて録音ボタンをポチッと押せば、すぐに録音ができてですね、終わったら電源をこうポチッと切ってですぐにしまうことができるというのが最大限の特徴で、これが本当にありがたいです。まず最初に買ったのが DR05 です。特徴としては AB ステレオの全指向性マイクを使っているというところです。 AB ステレオの全指向性ということで、マイクのセッティングのミスがほとんどなく、その場の環境音を簡単に録音するのに適しています。逆に指向性がないので、ちょっと離れたら音量が下がってしまうので、またですね、後ろ側の音も、拾っちゃうので、少し物足りないかなとも思っていました。 DR05 の物足りなさを補うべく買ったのが DR07 です。単一指向性マイクで AB ステレオと XY ステレオを選択することができます。単一指向性マイクなので、狙った音をしっかり捉えたときはとてもいい音で撮れます。 AB ステレオの場合は広がり感を、 XY ステレオの場合は、中心の音を逃さず撮ることができます。マイクといえば業界定番の MKH416 とか、その弟分の MKE600 などの超指向性マイクもありますが、一人で映像を撮りながらマイクブームをですね、こうやってブーンって振ることはちょっとできませんので、その点は今後引き続き検討していきたいと思います。それでは今まで撮影した素材の中から今回のテーマであるいい音または良さげな音の作例をご紹介したいと思います。いろんな機材の組み合わせで撮っているので、機材選定の参考になればと思います。それではどうぞ。
DR05 で撮ったものですが、マイクからの距離が5メートルぐらいのところでウグイスが鳴いているので、とてもよく撮れています。全指向性ながらも撮るものとの距離が適切であれば良い状態で撮れる例になります。こちらも DR06 で撮ったものですが、全指向性マイクの特徴がよく出ていると思います。心地よいステレオ感の中に、近くで鳴っている風鈴の繊細な音もよく聞こえてきます。こちらも DR05 です。カエルとの距離は5メートルぐらいです。ステレオ感も文句ないと思います。これも DR05 で撮ったものですが、指向性はないので真横を通過する音は良いですが、向こうの踏切の音はちょっと物足りなさを感じます。今回は DR07 で撮りました。指向性があるので遠くの音も取りやすいと思います。電車の通過音が音量が最も大きいので、事前にマイクの原因を合わせて撮影したので、まずまずの録音です。遮断機との距離もちょうどいい距離で、あまり引っ込みすぎず、かといって出てきすぎずといういい塩梅だと思います。これも DR07 で撮りました。到着する電車を撮るので、マイクのゲインは一発勝負の設定です。幸い電車との距離が一定程度あるので、歪みもなく撮ることができました。これも DR07 です。これは録音がいまいちだった例です。電車が目の前を通過するので、リミッターは入っているものの、レベルオーバーしてちょっと高いところですね、大きい音がちゃんと取れていない感じがします。また風防のセッティングもいまいちで、通過後に風が当たってボコ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 いう音が聞こえます。代わってマイクの内蔵マイクの例を聞いてみましょう。 PMW-EX さんはもともとちゃんとしたカメラで、内蔵マイクやプリアンプなどの音声部分がしっかりしているのか、低域から高域の音もフラットに取れているような気がします。
これ風鈴との距離も悪くないのも良かったんだと思います。NX100 の内蔵マイクで撮りました。カメラ自体がエントリークラスのカメラなので、音声系についてはまあぼちぼちだと思います。寺を掃除してる方との距離が15メートルぐらいあるので、音声的にはもうちょっと近づいて撮った方が良かったのかなと思い、ちょっと残念な事例になります。NX100 にガンマイクをつけました。マイクは上から三脚を使って上から挿して撮っています。カメラにガンマイクを挿す例でもう一つ、 PMW-EX さんにガンマイクをつけました。ガンマイクの音がどの辺の距離まで拾えるか、遮断機の音も大きいのというのは助けられてますけども、参考になればと思います。DR60 にベリンガーの C2 を取り付けた例です。水車から落ちる水音を取りました。これも DR60 に C2 をつけたのですが、 AB ステレオで録音しています。定番中の定番の作例になると思います。はい、いかがだったでしょうか。なかなか一人で撮影していても音も同時にしっかり撮るというのは難しいのですが、音声もしっかり撮ることによって、作品の深みとか没入感も、増してくるのではないかと思います。私も引き続き良い音を求めて技量向上に励みたいと思います。それではこの動画が参考になった方は、高評価を、まだの方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。